こんにちは、テオテックです。今回はサンイースト製の格安 SSD をレビューします。メジャーなメーカーの製品ではありませんが、1TB で8000円以下という安さで、価格比較サイトで今一番売れている SSD になります。基本スペックは一見悪くありません。書き込み速度、読み込み速度とも500メガ以上で、書き込み耐性は 480TB、強気の5年保証もついています。SLC キャッシュの記載がある通り、空き容量の一部を高速なキャッシュとして使う製品なので、キャッシュ切れ後の速度は遅くなります。どれくらい遅くなるのかは、動画の後半を見てみてください。SSD 本体に目立った特徴はありません。外装はグレーのプラスチック製で爪で固定されています。テスト後に本体を開けているので、先に中身を見ておきましょう。レビュー個体はマクシオ製の DRAM レスコントローラーを搭載。難度チップは合計6枚構成で、1枚あたりおよそ 166GB の計算です。MAS1102 は DRAM レスの2チャンネルコントローラーでエントリークラスのチップです。難度チップは書き込み体制からしてさすがに TLC だとは思いますが、詳細までは分かりませんでした。パソコンに接続して動作を見ておきましょう。断っておくと、基本的なテスト結果は良好です。初期不良ブロック数は0で、大きなエラーの記録もありません。ベンチマーク結果は高渉値にやや届いていませんが、エントリークラスとしては十分な速度です。ランダムリードが遅めなのは DRAM レスのコントローラーではよくある挙動です。ここから SLC キャッシュが切れた後の動作を見ていきましょう。大容量のフォルダをコピーしてみましたが、意外なことに 50GB ではキャッシュ切れは起きませんでした。書き込み速度は400メガ前後を維持しています。一旦初期化して、次は4倍の 200GB でテストしてみたところ、 SLC キャッシュサイズが見えてきました。高速で書き込めたのはおよそ 100GB で、初期は容量の1割相当の SLC キャッシュがあるのが分かります。気になるのはその後の書き込み速度で、キャッシュ切れ後は80メガ以下と SSD としてはかなり遅い書き込み速度になりました。500ギガ書き込んだ状態で同じテストをすると状況は悪化します。 SLC キャッシュは40ギガに減少し、その後の書き込み速度はさらに遅い30メガから60メガと USB メモリ並みの速度まで低下しました。さて、テスト結果から分かることは2つ。1つは初期状態では大容量の SLC キャッシュがあり、キャッシュの中で動作している限りは満足な速さが出ること。もう1つは書き込めば書き込むほど SLC キャッシュが減り、キャッシュ切れ後の速度は SSD としてはワーストクラスに遅いことです。似たような挙動をする SSD で869本も持っていますが、SE900 の素の速さは QLC の869本よりも遅いので、個人的におすすめしづらいです。確かに安いし、5年保証もついているので、旧式の PC に入れたり割り切った用途に使うならありだと思いますが、そうでなければ他の SSD を選んだ方がいいでしょう。今回の SSD レビューは以上です。普段はもっと時間をかけて作ったレビュー動画を投稿しているので、よろしければご覧ください。ぜひチャンネル登録と高評価もお願いします。ではまた。